皆さんおいっす。オグリキャップの故郷笠松町出身のフレッシュです。本日は2026年6月に開催されますチャンピオンズミーティング中距離東京レース場 2400m の攻略でございます。最近のウマ娘はどの継承スキルを選択すべきかというのが大事になってきますので、そこに重点を置いて見ていきたいと思います。こちらが東京競馬場芝 2400m のコースの図面とそれに対応する継承スキルの発動箇所となっています。今回終盤タイミングは残り 800m の地点で第3コーナーなんですけれども、ほぼ第4コーナーと最終コーナーで発生すると言えます。東京競馬場 2400m はね毎年開催されているので、そこまで初見攻略というわけではないんですけれども、上り坂タイミングとなっておりますので、下り坂系スティルインラブのスキルとかが発生しにくくなっている状態でございます。さあそれでは継承スキルの方を見ていきましょう。やはり一番注目したいのはピアレスヒロインでございますね。中盤で発生する前に出るスキルということで非常に凶悪なんですけれども、先行で走らせるならこのアーモンドアイ自身を走らせることになりますので、あまり選択するスキルではない。ちなみにフレッシュパーラー入れている理由がその下にありますジョイトゥーザワールドを発生させるための必須スキルみたいな形になっていて、この中距離 2400m では中盤初めの方で発生させる回復スキルが確定で発生させるスキルがないので、コーナー回復とか直線回復とかで発生させるざるを得ませんので、フレッシュパーラー入れておくと安定感が増すのかなと思いますが、基本は入れないかなと思いますね。みんな入れてないで、差し馬娘向けのアドアストラとフェイスインザフェラルが来て、本家本元本命のジョイトゥーザワールドが来るわけでございますね。このジョイトゥーザワールドを発生させられるかどうかが勝負の決め手かなと思います。で、差し追い向けの黄金を訪ねてが発生して、この黄金を訪ねては2段階スキルとなっていて、終盤タイミングでも加速を乗っけることができます。で、第3コーナーでは夏空ハレーションが発生するようになりますが、少し発生が遅めとなってます。そして終盤タイミングでは加速スキルが大量に用意されております。あっぱれ大盤振る舞い、ずっと輝いて超高速微粒子の可能性もちっと晴れ晴れ、そしていつも通り公園ギアという風になっています。で、今回新しく無垢の祈りホーリーライトが追加されまして、これは差し追い向けの前に出るスキルとなっております。で、さらに言えばこの東京 2400m は大手が効けますので、差し先行が加速力を追加することができるとなっているんですね。その他は速度アップスキルとなっていますが、不調なるカトレアが今回追加されまして、バルカローレタイミングで同じような感じで速度を上げることができるんですが、このタイミングだったらバルカローレを入れておくべきかなと思います。さて全体で見ますと、やはり先行と差しのスキルが強めとなっているので、逃げ追いが苦しい継承スキル構成になるのではないかなと思います。さあそれではこの東京 2400m ダービーあるいはオークスで強い馬娘客室ごとでの予想を見ていきましょう。はい、こんな感じでございますね。かなり動きました。逃げ追いが今回勝ちを拾うことは難しくなっています。逃げは確実に勝てないです。で、追い馬娘に関してはオルフェーブルが戦えるかどうかっていうところなんですが、現在の追い馬娘のサポートカードが極めて貧弱でございますので、拾えないなと、勝ちは拾えないなという風には感じました。で、そうなってくるともう先行と差しのキャラクターとなっていて、先行で最も強いのは現在アーモンドアイとなっておりまして、差しは直近で登場いたしましたアドマイヤグルーヴが非常に強くなっております。現在ガチャ開催中の差しのジェンティルドンナもそこそこ戦えるんですけれども、アドマイヤグルーヴに一歩劣るという形になります。で、今まで東京レース場で非常に強かった水着エイシンフラッシュとか、なんなら東京競馬場専用のスキル構成になっているジャングルポケットとかもいたんですけれども、そのキャラクターたちは現在の1000級のキャラクターから劣る感じになっております。
で今回注目したいのはレースではデバフが禁止されています。じゃあ何を選択するのかっていうと、スキルではバフスキルを選択するんですね。でバフを覚えるキャラクターは現行最強バッファー全スキルに対して全部進化スキルにバフがついているのがバレンタインサウンズ・オブ・アースとなっておりまして、これは確実に入れておきたいですね。もちろん3キャラ全員強キャラで固めてもいいかもしれないんですけれども、1枠とりあえずバレンタインアースで埋めておくことはかなり勝率を上げるために重要なのかなと思います。そして差し馬娘ではバッファーが2人いて、直近で登場している赤いジャングルポケットはなんと速度プラス3500をチームメンバーに与えることができますので、これ発生させられれば非常に強いんですが、中断条件となっているのでランダム性があるかなと思います。つまり赤ジャンポケを勝てるレベルで育成をしておかないと中断発生タイミング、進化スキル発生タイミングで中断にいないので難しいスキルかなと思います。でその他メガネのネオユニバースもバフスキルを持っておりますので、これも選択肢に入るのかなと思います。で全体で見るとやっぱり差しが勝ちやすいですね。スタミナを温存できる差し馬娘かつ 800m 地点からの終盤レースで加速もプラス大手でできるという形になっているので、先行より勝ちやすくなっているのが差し馬娘となっています。アドマイヤグルーブ取っていない方は今季は非常に辛い戦いになるかなと思われます。はい、というわけで2026年6月東京レース場ダービーあるいはオークスのチャンピオンズミーティング攻略やってきましたがいかがだったでしょうか。圧倒的なインフレを感じる東京競馬場でのレース、中距離馬娘ガンガンインフレしていって置いてけぼりを食らっているキャラクター、今回星7が追加されている先行の東海帝王ですらアーモンドアイには劣るという形になっておりますので、非常に厳しい馬娘界隈かなと思います。ぜひともね継承スキル選択を間違えないようにアグネスタキオンイベントを迎えていただきたいかなと思います。というわけでプレシがお送りいたしました。お疲れ様です。はい、やってきました笠松町名所紹介動画コーナーでございます。今回は笠松町役場紹介いたしましょう。現在この笠松町役場では漫画およびアニメシンデレラグレーの展示が行われています。住民課の中で行われています。笠松町役場は決してね怖いところではありません。笠松町民じゃなくても門戸を開いておりますので自由に入っていただいて構いません。で入って左手回りますと住民課が見えます。でもちろん笠松町民の方がマイナンバーカードの申請とか戸籍うんたらみたいなことをやられている窓口を右手に見ながら、正面歩いていきますとシンデレラグレーのまとめブースがございます。こちらアニメのブルーレイとか、笠松町で行われてきたシンデレラグレーコラボの今までの総決算のまとめが置いてありますし、さらには現在も笠松町とはシンデレラグレー馬娘コラボ中で、そのトレーディングカードもう全て飾られている上にノルンエースの中の人であります渋谷綾乃さんのサイン付きノルンエースのキラカードまで展示されておりますので、ぜひとも笠松町に遊びに来たら馬娘シンデレラグレーコラボを楽しみながら、さらにこの笠松町役場で、シンデレラグレーのまとめを見て、ここではさらにスタンプラリーのスタンプも押せますので、もう一石三鳥みたいな感じで遊びに来ていただければと思います。というわけでプレシがお送りしました。お疲れ様です。